んにちは、ミキティです。今回私たちは石川県にある加賀温泉郷と呼ばれる複数の温泉が湧くエリアの一つ、山代温泉に来ました。そして今回宿泊したのが森のすみかリゾート&スパさんです。お部屋やお料理、温泉など詳しく紹介していきますので、最後までお楽しみください。チェックインは済ませ、温泉街から帰ってきたところです。車はこちらへ止めるとキーを預かってくださり、車を駐車場へ動かしてくださいました。左にあるカートはチェックアウトの時に乗ることができました。正面玄関を入ると目の前に飛び込んできたのは水面と、その向こうにアジサイと竹林が現れました。癒されます。7月上旬に宿泊したのですが、アジサイはこれからが見頃のようです。館内に入るとまず現れるのが長いエスカレーター。山の傾斜を利用してホテルを建てたため、長いエスカレーターになったそうです。今回こちらに2泊3日で予約を取りました。料金も最後にお伝えしますので、予想しながらご覧ください。こちらが1階の玄関ホール、そして右側がフロントロビーになっています。冬は暖炉がつくそうです。そして自動ドアを通った右側にはくつろげるような素敵なチェア、そして滝が現れました。森に囲まれて緑豊かで滝もあり、なんとも癒されます。そしてモリアオガエルの卵を発見しました。さて次はお部屋へ向かいますね。チェックインの時に貴重品以外の荷物を先にスタッフの方が運んでくださいました。私たちが今回泊まるお部屋は412号室の梅さんです。お部屋に入ると広々とした畳が現れました。もうこのスペースで寝ることができますね。こちらのポットには冷えたお水が入っていました。冷蔵庫を開けてみましょう。冷凍庫も冷蔵庫も空でした。ではいよいよこちらです。とっても広々とした和室のお部屋で、こちらは最大6名で泊まることも可能だそうです。2人でこのお部屋の広さはなかなか贅沢ですね。お部屋の周りも緑に囲まれています。ベッドルームへ行ってみましょう。こちらはダブルベッドになっていて、ベッドの向こうは客室露天風呂になっています。また後ほどご紹介しますね。こちらの扉は何でしょうか。お部屋の玄関とつながっていました。右側にある扉を開けると洗面台になっていました。アメニティを見てみましょう。すべて DHC で揃えられてあり、左からクレンジング洗顔フォームジェルローションミルキージェルになっています。洗面台の左の扉を開けると、こちらはお風呂場になっていました。洗面台から右側はトイレになっていました。さてベッドルームに戻りましょう。こちらには浴衣、靴下、緑の袋の中には小さいタオルと歯ブラシ、ヘアゴム等が入っておりました。入り口が可愛いこちらが陶器の露天風呂になっています。お部屋のお風呂は温泉ではないそうですが、緑に囲まれ光が入り、休めるスペースもあり、今から入るのがとても楽しみです。お部屋のお茶菓子とお茶をいただきます。中
中にはあんこが入っていました。ほっこりしまする。ライブラリーラウンジを紹介していきますね。お部屋では Wi-Fi は使えず、このラウンジとフロントロビーで Wi-Fi が使えます。こちらにはフリードリンクがあり、お水、アイスコーヒー、オレンジジュース、ホットコーヒー、お茶、紅茶が飲めるようになっています。お庭に出てみましょう。こちらの旅館は1万坪もある広い敷地で、約5000坪は庭園だそうです。新緑が綺麗で最高です。庭園を歩いてみましょう。館内はオルゴールの心地よい音楽が流れています。庭園が広いと四季折々の自然の姿を堪能できますね。違う季節にも来てみたくなりました。こちらの旅館から山代温泉街には歩いて10分ほど。開湯1300年の歴史を持ち、北陸随一と称される山代温泉。与謝野晶子や北大路魯山人など多くの文化人で愛されていたり、明智光秀が療養したと伝えられてきた温泉地だそうです。ちなみに森のすみかリゾート&スパさんはミシュランガイド2021年に掲載された三つ星旅館になります。絵になりますね。こちらの奥には別邸があります。この旅館には別邸のお部屋と本館のお部屋があり、本館も別邸も客室露天風呂付きのお部屋がありまする。ウイスキーさんどこかへ行ってますね。休憩できるスペースが至るところにあるのも嬉しいですね。ここにもまた滝が現れました。水がきれいで透き通っています。素敵な庭園でたくさん癒されました。さて、楽しみにしていた夕食の時間になりました。1階にあるプールサイドダイニングへ。お食事スペースも広々としています。料理長のお品書きがとても素敵です。食前酒の横にはイチジクの白あえが入っていました。金箔が入った梅酒で乾杯。結婚7年目もよろしくね。こちらが前菜になります。左下がアボカド豆腐、エビソースとキャビアが乗っています。その上がキッシュ、レンゲの上に乗っているのがあんこのエスカベッシュ、そして串に刺さったアサリウニの焼き串です。私はノンアルのカシスオレンジ、ウイスキーはノンアルのハニージンジャー。続いて出てきたのが小松トマトと桃のガスパチョ、マスカルポーネが入っていて混ぜていただきました。爽やかで美味しかったです。イリュージョンでお作りが登場です。ウニ、マグロ、エビなど新鮮なお刺身、とっても美味しかったです。こちらは揚げナスの下に豚の角煮さんがいて、ナスの上にはマッシュポテト、からしが添えてありました。続いてサザエのつぼ焼きです。左側が青唐辛子味噌、右はブルギニョンバターが乗っています。プールがお目見えしました。ブルギニョンバターとはフランス・ブルゴーニュで生まれたもので、エスカルゴバターとも言われていて、ニンニク、パセリ、バターが練り込まれてあります。
私はこれがとっても美味しくて忘れられません。お次は鴨鍋です。右上にあるピンクの食べ物は金時ソーフ。加賀伝統野菜の金時ソウのパウダーを練り込んだ麩だそうです。私は初めていただきました。鴨鍋も大満足。お次は変わり皿。メロンの器に生しらすの冷製パスタ。メロン、生ハム、チーズ、バジルが入っています。まだまだ出てきます。こちらは毛ガニの甲羅盛り、ハモ、梅肉、金時ソウが入っていて、左上は純菜、角切りフルーツ、とさず、生姜でいただきました。毛ガニ大好き。ご飯はうなぎのひつまぶし。お昼にうなぎの釜飯を食べて、またうなぎが食べたいなと言っていたら出てきたので引き寄せました。でももうお腹がいっぱいで、お茶碗に入っているのを食べるのが精一杯で、残りのうなぎはウイスキーさんに食べてもらいました。と言ってもデザートは別腹。旬の果物たちとジェラート、右上は車麩のラスクとブロッコリーを練り込んだシフォンケーキでした。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。外のライトアップが綺麗です。ちなみにウイスキーは甲殻類アレルギーなので、カニの代わりにのどぐろやフグを出してくださいました。アレルギーがある方も安心して食べられますね。ご飯を食べて休憩した後はホテル内にあるフィットネスジムの温水プールにやってきました。1階から階段を降りたところにあり、男女別の脱衣場の入り口です。こちらが女性の脱衣場になります。清潔感があって綺麗です。アメニティもお部屋と同じものが置かれていました。脱衣場から特設プールスペースに行けます。竹林に囲まれて自然を感じることができまする。温水プールは水深 1.2 メートルあり、ご飯を食べた後のカロリー消費で歩いたり泳いだりには最適。暖かくて気持ちいいです。外のプールを楽しみに水着を持ってきたのですが、まだ始まってなくて残念。でもこの温水プールに貸し切りで入れたので良かったです。安心してください。空いてます。こちらのプールは完全予約制、フロントで予約できました。1グループに1時間の貸し切りになっています。逆再生ではありません。そしてこちらのプール、炭酸泉も楽しめます。炭酸泉は炭酸ガスを吸収して徐々に血行を上げることで、特に手足の血行を良くする効果があるそうです。入ると炭酸が体に付着して面白かったです。炭酸泉はお肌を引き締めたり美容、肌荒れの予防も期待できるそうで、たくさん浸かりました。シャワースペースもありました。1時間があっという間でとっても良き時間でした。フィットネスルームも覗いてみましょう。プールの方にはトイレはなく、こちらを使ってくださいとのことでした。たくさんマシーンが置かれていました。運動する方には嬉しいですね。さて、この後は温泉です。5階大浴場樹林の湯へ来ました。こちらは天然温泉、泉質は硫酸塩泉です。効能は神経痛、筋肉痛、関節痛、冷え、疲労回復、健康増進などなどです。写真はないのですが、洗い場の椅子が高めで座りやすくてとても良かったです。広々とした大浴場、内湯は厚めで体が温まりました。露天風呂はジャグジーがあり、木々を見ながら入る温泉は最高でした。お風呂から上がった後は休憩スペースへ。ドリンクがウーロン茶、冷えたお水が置いてありました。とても楽しい一日でした。ではまた明日。おはようございます。朝ごはんの時間です。とっても美味しそうです。
小鉢にはひじき煮や能登島絹もずく、金沢のお漬物など、グラスに入った野菜スティック。お魚はのどぐろ、右手前は加賀の丸い芋とろろ、上はメロンのゼリー。自分で焼きながら食べるスタイルいいですよね。間違いなくうまい。外の景色を見ながら食べる朝ごはん、最高に美味しいです。左のお汁にはカニやつくねが入っていました。右は山城湯豆腐です。温泉卵は黄身が濃くて美味しい。そして朝はハーフバイキングもあります。海苔、パンはクロワッサン、バターロール、納豆、ヨーグルトがありました。ドリンクは野菜ジュースと牛乳、お茶とコーヒーが置いてありました。私は空納豆をいただきました。粒が大きくて美味しかったです。野菜ジュースとヨーグルト、そして最後にコーヒーをいただきました。朝からお腹いっぱいになりましたね。今日も楽しみな夕食の時間の始まりです。手前にあるのは食前酒、レモン酒のソーダ割り。前菜です。オレンジのお皿の中には鴨ロース、小袖新庄、グラスの中にはイチジクのワイン煮、手前はサーモン黄身寿司、おぼろ枝豆串です。ノンアルコールで乾杯。お吸い物は金時そうまんじゅう。お次はお刺身。煮物は鯛の荒炊き。鯛の身がふっくらして美味しかったです。和牛のヒレステーキ。自
自分の好きな焼き加減で焼いていきます。タレ、わさび、塩コショウいろいろつけて楽しみました。変わり皿、プラータ、フレッシュチーズの上にキャビアが乗っています。左下にはフグのぬか漬け、黄色い丸いものはオリーブオイル。続きましてう巻き卵。今日もうなぎが食べれるとは、結構お腹いっぱいになってきました。しかしまだ終わりではありません。刺身こんにゃく、輪島のフグ花作り、ヨーグルト、ハニーマスタードでいただきました。ご飯はタイの釜飯、お味噌汁は赤味噌仕立て、最後にフルーツとデザートです。今日もお腹いっぱいになりました。夜の庭園もとても綺麗でございまする。ラウンジでコーヒーを入れてゆっくり時間です。温泉は1階にある森のいで湯に来ました。内湯と露天風呂があり、で高温風呂ジャグジーがあります。とってもぬくもりました。ではおやすみなさい。おはようございます。ウイスキーさん2度寝。枕と首と頭の角度は大丈夫なんでしょうか。お部屋のお風呂、毎日こちらに入りました。朝早い時間からお風呂に浸かるのはとっても気持ちよくて贅沢ですよね。はあ、お風呂は癒されますね。そしてお腹が空いてきました。朝ごはんです。今日も美味しそう。残念ながら本日はお品書きがありませんでした。なので説明を省かせていただきます。今日も品数が多くて、もちろんハーフバイキングもありまする。目玉焼きさんはなんと2つ。3層ぶりのハタハタさん。今朝もお腹いっぱいになりました。2泊3日とっても満喫できました。庭園を散歩したり温泉に入ったりゆっくりできました。チェックアウトの時はエスカレーターが下りになっていました。この後外に出るとカートに乗せてもらいました。大きなスーツケースも乗るカート。アジサイが満開だと綺麗だろうなと思いました。これなら車まで楽ちんで行けていいですね。それでは料金の発表をしたいと思いまする。この動画を見てくださった皆様ありがとうございます。高評価、チャンネル登録して応援していただけると励みになりとっても嬉しいです。今回石川県にある森のすみかリゾート&スパさんの客室露天風呂付きのお部屋、大人2名、朝食・夕食付きで2泊おいくらでしょうか。13万9200円でした。7年目の結婚記念日にとてもいい思い出になりました。今回の動画いかがだったでしょうか。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。